松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてください。今日はですね、宮崎県の高鍋町というところで園芸教室をさせてもらうことになりました。それもデンドロビウムの普及にちょうどいいですね。デンドロビウムの育て方、作成の仕方とかを教室で皆さんにお伝えすることができるようになりましたので、それを今日はやっていきます。はい、それと道路の街路樹にもですね、ガーデンデンドロビウムつけるっていいよという教が出たんで、それも一緒にやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと覗いたんですけど、女性の皆さんばっかりで。ですよね。はい。もうちょうど園芸好きな方が多くてですね、初めて参加してよかったという方もおられてですね、普及にもこうなるし、ちょっと街路樹にもつけられていいのかなと思いますね。はい。いいお客さんがいっぱいつけて、また店にも来てもらえるという、みんなで行くわねって言ってもらえたんで、今日は大成功になるかなと思います。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。お世話になります。はい。私はですね、川南町で癒し工房苔玉という店をですね、園芸店をやっております。どうぞよろしくお願いいたします。ガーデンデンドロビウムといって、大輪系の園芸品種よりは強いんですよ。日本の石穀がかかっているんで、育てやすいんで、ただですね、今肥料をやっておりますけれども、この肥料は次5月、6月、7月までで終了、引き終わる設計しておりますんで、8月以降は肥料をやらないことですね。ただ今から水やるだけで太ります。木につけ時なんですよ。4月後半ですけどね、4月、5月中につければ、6月の長雨で根がきれいに出てきますからね。ぎゅっときびってもらったらもうこれで動きません。皆さん自分のところにある梅の木でも柿の木でも一番いいのは梅の木、柿の木です。溝がいっぱいあるからですね。はい、でこれで自然と雨が当たるところに置いとったら太ってきますからね。それと肥料、今回竹串に刺してきました。あとこれを上にプスッと刺すだけ。これで、雨が当たった時肥料が落ちますからね。でこれもですね、急に効く肥料じゃなくてゆっくり3ヶ月効く肥料にしていますんで、やり痛みがしませんからね。肥料をやるとやらないのでだいぶ違います。で細かく言えば液体肥料を2000倍ぐらいにしてハイポネックスっていうやつですよね。それを1週間1回ぐらいスプレーしてやってもいいです。はい、そういうところで、この肥料だけでも大丈夫ですけどね、こういう感じでやっていただければいいです。壁に寄り添う方、こっちですね、こっち側を木につけるといいです。はい、その方が根が出やすいんですよ。今日はそこの街路樹につけますからね、そこでもう一回復習ができると思いますんで、接着していくんで、ぐるぐる巻いてあげればいいです。今シーガイアとかヤシの木、もうガンガン日が当たってるところでこんなになっています。あと県庁通りのクス並木にもきれいなのが入っています。あそこはですね、クスの木が上を覆っているんで、普通の園芸種も育つみたいです。いろんな園芸種を先駆者が植えたみたいですね。と立花通りの交差点、あそこにある大きいクスの木にこんな山盛りのやつが咲いてるんですけど、これの兄弟です。作った方があそこにもう10年前ぐらい植えられてですね、それが大きくなっております。これが去年の6月ぐらいにつけたやつですね。はい、でも根が下に出るんですよね。ちょっと梅雨時期の後半だったと思うんですけど、ちょっと遅かったんで根の張りがもうちょっと悪いんですけどね。これが春につけたやつです。と根が回ってますからね。これは土を半分ぐらい落としてつけたやつですね。結構うちも外に置いといて、水やるだけでこんな感じになりますからね。結構至って丈夫です。その代わりこうやって生木じゃなくて孤立している場合にこのまま凍らせてしまうとちょっとダメージが受ける場合があるんで、この場合にはですね、こんな形で孤立している場合には冬マイナス外がですね仕事になる場合時には家の中に入れてやった方がいいです。完全にこれごと凍らせない方がいいんで、そこにはちょっと注意してみてください。生の木につけて上がですねあればだいぶ
直接霜が当たらなかったりもするんで、それは大丈夫なところがあるんですけど、小林がですねマイナス7度ぐらいになったということでちょっと傷んだという方もおられるんで、外がもう氷な時はちょっと気をつけた方がいいなと思います。こうやって孤立している場合はですね。でこれはですね去年の秋に植えたんですよ。寄せ植えして2種類寄せ植えしたんで、そんなに根が回っていないんですよね。これ3つ植えて3種類おラッキーだったんですねこれ。はい、まずこんな感じでまだ根が出てないですからね、どうしても早く木につけたいという方はこれを抜いてから、さっきと同じ方法です。もうこれはこのままでいいです。私は木につける目的で苗を端っこに植えてるんですよ。端っこにも根が出たがってるんですよね。はい、こう見ると端っこですよね。端っこを木につけるんです。端っこを木につけて、できれば裸のままの方が根のつきが良かったりするんですね。で古い根っこは木につきません。新しく出た根っこが木につくんで、経験上ですね根鉢を切ったり根っこを切ったりして植えた経験もあるんですけど、そのままつけた方があんまりストレスを感じてなかったみたいですね。根を切る必要はあんまりなかったみたいです。でこれであとですねこの根鉢を巻き込んでいけばいいんです。ぐるぐるって根っこも一緒に巻き込んでいくような形ですね。はい、もう皆さん花が終わった後にこうやってつけるのも一つありますんで、ホームセンターで白縄を買っていただければそれでつけることができます。どうしても8で8日に線という方はですね外の木につけておけば、ある程度ほったらかしで毎年咲いてくれるようになりますんで、こういう感じですね。これで今年は下から今から新芽が出てきますから、花が終わった後はもう観葉植物っていうような感じで育ててやればいいと思いますよ。で昔園芸療法とかいうことを研究された方がおってですね、これを育てて新芽が出てグリーンがきれいになる、それ見ているだけで癒し効果があるというようなことも昔言ってたんで、知らないうちに癒されているという場合が結構あると思いますんで、皆さん自信を持ってですね花を楽しんでもらえればいいかなと思っております。この成長を見るのがすごく精神的にもいいということを言われていますね。もう新芽も出かかっていますけど、これがですね9月までぐっと伸びていくんですよ。それがどんどん伸びていくから、花がない時でもどんどんボリュームが出てきますからね、それを楽しんでください。はい、これを抜いて植えることもできるというのが一つの方法ですね。でもこの方が楽です。これはですね水やりが忙しいです。こうなった場合結構夏場は朝晩ぐらいかけた方が結構太りますんで、一回この鉢は鉢のまんまで1年過ごしてみるのもいいかなと思います。で、実験はこちらの方でしていただければいいと思っておりますんで、はい、2つで苔玉がいいか鉢植えがいいかを楽しんでもらえばいいかなと思っております。で、これの方もですね乾燥が早いんで、だから水やるときは頑張ってください。水やればやるほど9月までですね乾いたら水やれば太ってきます。で来年はきれいな花が咲いてきますからね。木に下げている場合でも水やらなくちゃいけない。そうなんですね。乾くんですよ。普通の鉢植えに比べると倍ぐらい乾くからですね。はい、夏場は朝晩やった方がきれいになってきます。はい、それ水やるだけ頑張ってください。10月以降は乾かしてから水やるんですね。11月だけ1回も水やらない、それだけ気をつけてください。11月に水をやらないことによって花芽をつけようと思うみたいですよ。デンドロビウムはそういう性質があるんですよ。ぜひこれをですね皆さん頑張って育てていただいて、成功例を作っていただいて、今回も外につけますけど、今回はここにつけますけど、またこれがいいんであればですね町内どこそこにつけたいなと思っておりますんで、ぜひ来年きれいな花を咲かせて、そんなきれいだなということを町民の皆さんに見てもらってですね、またいろんなところにつければ町の花いっぱい運動にもなるかなと思っておりますんで。でこれは焼いてます。焼いてるからちょっと手は汚れますけどね、
で1年経ったらこれぐらいしっかり焼いたんですけど1年経ったらこれぐらいになるというちょっと薄くだから自分で作られれば結構強めに焼いてもらった方がいいかなと思っています。これをですね炭までする人もいます。焼いてもうひびが割れるぐらいに焼いてつける人も、炭ぐらいになるぐらい焼いてつける人もいますね。それでも十分育つみたいですね。ある人は炭ですよ、普通の真っ黒い炭につけると成長がいいよという方もおられました。その代わり炭につけた場合には水やりが忙しくなるみたいですね。まあこれと一緒ですけどね。はい、水やりデンドロビウムは水やりで花が咲くか咲かないか成長するかしないかというのが大体決まってきますんで、はい、こっちの場合には乾いてから水やり、乾いてからです。毎日水やったらダメですからね。はい、毎日熟々も嫌がります。乾いてから基本的に9月までは乾いたら水あげるということで頑張ってみてください。古いバルブは基本的に切らない。来年咲く場合もあるし、今年咲かなかったバルブはですね、この養分が新しい新芽に行くんですよ。で几帳面な方はもう切りたいっていう衝動に駆られますけどできるだけ古いバルブは切らないっていうのが基本ですね。再来年がこれぐらいになる予定です。はい、ちゃんと水やりをしていただければ。で木はですねそのままで大丈夫だと思います。であんまり腐れにくいように焼いておりますんでそのままでいいです。であんまり大きくなってこんなになったら増やそうと思ったらこれ半分に切ります。今切って、4月5月ぐらいに花が終わった時に切って分ければ2つになります。それが一番早い株分けの方ですね。で新芽もどんどん出てきてますからね。苔玉はですね最初の活着率を高めるためにこんな感じでつけてると思ってください。あとは裸でも大丈夫です。これがもう苔がなくなって根っこばっかりになります。根っこばっかりになって半分に切っても大丈夫です。で最初に養生だけしてると思ってもらえばですね、ちょっとこの養生があった方が裸でいろんな試験やってて裸でつける場合とちょっと苔玉があったやつは苔玉があった方がちょっと水持ちも良くて成長もちょっといいです。裸でつけた場合には水やりが忙しい。ちゃんと水やれば育ちますけどね、このままで大丈夫です。来年は根がこんな感じで出てきますからね。この根の動きも面白いと思うんですよ。躍動感があってですね、これはですねヤシの実の殻で植えてるんですね。一番簡単なのは鉢植えが一番簡単です。これがですねポットで作った苗です。高芽を作って何年目だ、1年目2年目3年目です。高芽から3年目でポット植えでこんなになりますからね。結構高芽が出てる苗があるんでつけてこういう形で根がですね2センチぐらい 2,3 本出ますからね、その時にポロッともげます。これ私はスペシャルブレンドで作っているんですけど、ヤシの実の殻単体でいいです。洋蘭の土でも大丈夫ですよ。洋蘭の土でも大丈夫で、このまま植えても大丈夫。このまま洋蘭の土に植えても結構大丈夫。ちゃんと水さえやればです。それではですね、先に楽しいじゃんけん大会でこれ差し上げましょうか。はい。じゃあ一応レクレーションタイムということで、はい。いいですか。はい。皆さん、じゃんけん私に勝った人だけ残りますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。同点はダメですよ。同点はダメ。チョキだけ。はい。まだ4人おるからもう一回しましょうか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。グーが2人ですね。はい。じゃあ2人で決勝じゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。これ採点お楽しみです。はい、どうぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パーの方残りますよ。グーはダメ、パーの方だけ。まだ多いからもう一回。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、チョキの人だけ。まだ多いですね。もう一回いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。パーまだ多いですね。もう一回。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、グー2人。じゃあ決勝じゃんけんを。最初はグー、じゃんけんぽい。
あいこでしょう。あいこでしょう。あいこでしょう。はい。おめでとうございます。はい、最後です。これ。はい。これいきますよ。最後ですね。最初はグー、じゃんけんぽい。お一人いました。はい。はい、おめでとうございます。はい、それではですね、外の街路樹につけるのを実地でいきましょうか。木につけるように端っこに植えたんですよ。で、この根っこはですね、新しい根っこが出やすいように、はい、この辺につけます。この辺がいいかな。で、はい、そこですね。はい、あ、もう大丈夫ですね、多分。はい。じゃあこれをこれでぐるぐる巻くんですよ。ぐるぐる巻いて、ちょっときつめに巻いていきます。で、ちょうど梅雨時期に雨が当たった時にですね、これが根が出てくるからですね。今日つけて毎年咲いてくれたらですね、結構楽しいんで、ただ台風はちょっと怖いけど、まあ、これぐらい結んでれば大丈夫ですね。これで茎のとこはあんまり巻かん方がいいんですよね、本当は。取られたらギュギュってするとか斜めになっても。じゃあ、あとは皆さんこれで協力してこう巻いてもらっていいですか。はい、これクロスさせれば多分抜けなくなるから。ここがほら。あ、ガソリンスタンド跡地やから、天井が高くて、光が通しやすいからいいんですよ。いろんなところでつける活動をまた皆さんと一緒にできればいいかなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。